人間を襲って食べて成長するゲーム、恐怖の色、開発進捗動画第10回です。よろしくお願いします。進捗動画といっても、今回の半分はイベント出展レポ。前々から言ってたけど、5月4日に東京ゲームダンジョン5というイベントに参加してきました。今更だけど、こういうのって、素人が1作目でいきなり参加するようなもんなのか。イベントによるかもしれないけど、参加者のディスコ見てたら意外と1作目の方はちらほらいましたね。何もかも初めてだった今回のイベント参加。スケジュールは申し込みから当日までだいたい2ヶ月。この中で準備したものがこちら。結構かかってるな。まあ今後参加する場合は使い回せるものだし、もともと開発をノート PC でやってる人はそれ使えばいいかと。うちはデスクトップなのでしゃあなし。実際にブースに配置した様子がこちら。ビジュアル関係は B 級パニックホラー映画ポスターのイメージです。うちのゲームはバカゲーなので B 級感が大事。ちなみにポスターは出展の応募上必須ではないですが、あった方がいい。ないと何をやってるブースか伝わらないので、立ち寄りにくい雰囲気になると思う。準備の話はこんなところで、当日の話を。うまくいった。何をもって良しとするかによりますが、結果として参加してよかったなと。まずそもそも遊んでもらえたのか。一番の不安は素通りされ続けて5時間経つという地獄を見るということでしたが、まあ無名作者の1作目の謎ゲーだからあり得る。結構遊んでもらえました。具体に言うと多分20人ほど。ワンオペで余裕なくて途中から数えるの忘れてた。さすがにひっきりなしとはいかないですが、それなりにコンスタントに来てもらえたかと。ちなみに、リスナーさんや X で見てる方も何名か来ていただきまして、本当にありがたい限りです。そして、今回得られたフィードバックの数々。直接いただいた意見と、プレイしてるのを横で見て感じ取ったものを含みます。演出に関しては、全体的に仕様を伝えるに足る演出が色々と足りていないことを実感。こういうのは自分だとわからなくなってくるので、プレイしてもらうのは大事ですね。総じて操作感はかなり課題が多いと感じました。苦労しながらプレイしてる感がひしひしと伝わってきた。触ってて気持ちがいいというアクションゲームとして必要なラインには全然届いていない印象。プレイが縛られてる感については、私有の限られた時間でどんなことができるゲームかを知ってもらおうとした結果、ゲーム側からの指示出しが多くなってることで余計感じたことかもしれない。あとは、特殊なアクション性はともすると、マップ構造の難易度を跳ね上げることになるので、その辺の折り合いがついてかつ、面白いものが思いつけば、という感じですね。実は、実装済みだけど折り合いがつかず削っている要素もすでにあったりします。あと、カリオンは、実際意識している作品の一つですね。あのゲームは、本当に、アクション性、世界観の融合が素晴らしい。ああいう統合されたゲーム体験を作りたいところ。とまあ、山のように課題を感じたところですが、今回の主な目的はフィードバックを得ることだったので、その点収穫は多かったです。面白いプレイ体験を提供できたかというと、まだまだですが。あと、イベント自体の話をすると、東京ゲームダンジョン、初心者が申し込むのにかなりおすすめに感じた。運営さんに疑問を聞きやすい環境も用意されてたし、出店の追加オプションも安いし、出店者のディスコサバで、いろいろと情報共有もあったし、運営さんのご好意で成立している面もかなりあるんじゃないかな。開催に感謝です。ちょっと長くなったけど、イベントのレポはこんなところで終わりとして、いつもの進捗報告をようやくか。まず一つ目は、チュートリアル用の UI ができました。説明内容のタイトルから、操作するキー画像、説明文、動画のデータを読み込んで表示してます。動画の表示は、基本は公式ドキュメントの通り。ただ一部変えてるのは、公式通りやると動画が再生できないので、エレクトラ、プレイヤーというプラグインを有効化すると再生されるようになる。公式ドキュメントとは、UE あるある。公式通りやると標準機能が機能しない。
あとは、メディアプレイヤーを作った時に自動生成されるマテリアルを UI 用にしてやれば、UI 上で動画が再生できるようになる。2つ目の進捗は、お気づきだろうか。HUD にアイコンが1つ増えてることを。そういえばそうね。このアイコンが光っている時に Z を押すと、必殺技が出ます。うわぁ。必殺技発動時の攻撃はこんな感じ。もう少し攻撃パターンを増やしたいけど、私有版に間に合ったのはここまでです。日に日に主人公感がなくなっていってる気が。他にも細々とした進捗が大量にあるんですが、長くなっちゃうので、今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。そういえば、Steam のストアページ公開するって前回言ってなかった？ストアに使う画像のデザインに沼ってて終わってないので、ストアページ公開はまだ先になりそう。公開のタイミングでは改めてお知らせすると思うので、もう少しお待ちを。ではでは、良ければまた次回も見てやってください。最後までご視聴ありがとうございます。